こんばんは、ボスケです。ですね、お気づきだと思うんですけれど、前回からね、カメラ変えました。自分のね、顔が撮れるようになってます。今度からね、また新しいカメラで、ちょっと顔出し動画もやっていきたいかと。あんまりいい顔じゃないんですけれどね。ということで、今回もよろしくお願いします。今回のテーマは、顕微鏡の接眼レンズを望遠鏡の接眼レンズのように使うっていうのがテーマなんですが、顕微鏡のね、接眼レンズって皆さん見たことありますかね。こんなようなものなんですけれど、望遠鏡のと比べてみますよ。何が違うと思いますか？実はね、このね、バレルのね、径が違います。望遠鏡はね、これ実はサイズっていう 24.5mm なんですけれど、こっちのね、顕微鏡の方はもっと小さいサイズになってます。はい、それではね、顕微鏡のね、鏡頭に接眼レンズを入れてみましょう。まあこれは顕微鏡の接眼レンズだから入りますよね。望遠鏡のはね、ちょこっとだけ入らないんですね。はい、というのはもう顕微鏡の接眼レンズのバレル径は 23.2mm なんですね。ですのでここにねちょっとね紙テープを巻けばね、望遠鏡のね 24.5mm のツイスサイズの接眼部に挿入することができるわけですね。まあそこまではね分かるんですけれど、このね顕微鏡の接眼レンズのね裏見るとね CWHK10× とかね書いてありますよね。これ望遠鏡ではない表示ですよね。はっきり言って意味がわからないですよね。何ミリっていう表現がないんです。逆に10倍っていうね倍率がね表示されてます。実はねこの10倍っていうのはこのね望遠鏡の接眼レンズでいう 25mm と同じ意味を指します。というのも 250mm 離れたところに対して何ミリ離れたように見えるかっていうのがこの倍率ですので、 25mm 離れたように見えるっていうことなんですね。ですので10倍っていうことなんです。ということですので、じゃじゃん、こんな風に表示を作ってきました。 PL25mm。 PL っていうのはまた後で説明するとして、もうねこれ 25mm の表示にしちゃいました。ではね、なんで PL かっていうとね、実はねこの形式のレンズね、プロースルのね接眼レンズと同じ形式なんですよ。はい、これがね分解した時のレンズですね。このように2枚合わさったレンズが2組ありますね。これがねプロースルレンズの特徴です。実はね顕微鏡のレンズね他にもいろいろあるんですけれど、結局ね構造ね望遠鏡と一緒なんですね。ハイゲンス、顕微鏡でいうとホイヘンスっていうね接眼レンズと、あとはケルナー、あとはこういったプロースルですね。そういったものが主流で使われております。はい、というわけでこのねオリンパスのね CWHK10 倍っていうのはプローセルの 25mm だっていうことが分かりました。じゃあもうねあとはねこのバレルをねこっちのね 24.5mm のねバレルをつけちゃえば、もうねこれ望遠鏡のね接眼レンズとして使えるってことなんですよ。ちょっとこっちのケルナーのバレルを取っちゃって、こっちの方にねくるくるくるっとね、どうでしょう、これでねもう望遠鏡の接眼レンズになるわけですね。とそれはそれでいいんですけれどね、この中見るとねちょっと中がピカピカしてったりね、視野絞りって言ってね、視野を絞る、視界をねくっきりと円にさせるね絞りがないので、ちょっとねこれはこれで使えないなと思って、ということで新たにねバレルを作ってきました。これ 24.5mm のね望遠鏡のバレルなんですけれど、中をねこのようにね真っ黒にさせて、見えるかな、視野管も入れました。ほらちょっと私今マクロレンズ持ってないから見にくいんですけれど、中入ってますよね視野管が。これなんですね。これが必要だったわけです。このようにね視野絞りを入れたので端っこくっきりですよね、こんな感じで。ということでこれをねちゃんとこういう風に装着すれば望遠鏡のね接眼レンズとして利用できますし、今日はね顕微鏡が見たいなと思ったらね顕微鏡のバレルをこのようにねつければ顕微鏡の接眼レンズに戻ります。はい、ということで今回はオリンパスのね顕微鏡の接眼レンズをこのようにね望遠鏡の接眼レンズに変えましたという、誰得な動画なのかわからない動画ですが、それを撮ってみました。もしね顕微鏡のレンズがね格安で手に入ることができたら、このように望遠鏡にも使ってあげてください。以上です。ありがとうございました。